はい、それでは皆さん、改めておはようございます。今日はちょっとジメジメしてますけれども、頑張ってやりましょう。農業問題について、何回か前からですね、お話ししているところなんですけれども、農業問題というのは、農業が工業などの他産業のようにですね、資本性的な企業が生産の担い手にはならないというところから生じてくるさまざまな問題であって、そういう農業問題を扱うのがですね、農業経済学ということで、お話をしてきたところです。で、そしてですね、資本性セクターと、それから非資本性的な農民セクターとがですね、5つの市場を通じて、どういうふうに接合しているのか、こういうことの解明もですね、農業問題の中には含まれていたわけであります。ここで5つの市場というのは、農産物市場、農家購買品市場、労働市場、金融市場、土地市場ということでした。で、前回はですね、この資本性セクターと、非資本性セクターとの接合の仕方の具体例としてですね、ローザ・ルクセンブルクという方の1910年代のですね、議論、つまり、帝国主義の時代の議論を紹介させていただきました。で、なおですね、非資本性セクターの中には、農民セクター以外のですね、漁民セクターであるとか、あるいは小さな商店、小商店のセクターなども、含まれていますけれども、非資本性セクターの代表格がですね、農民セクターということであったわけです。これからはですね、非資本性セクターというふうに、言わないで、農民セクターという表現で、通したいというふうに思います。で、また前回はですね、ローザ・ルクセンブルクの議論を紹介したときにですね、え農民セクターが資本制社会で必要になる理由をですね、2つ紹介いたしました。で、1つはですね、農民セクターが工業製品を購入するからでした。で、そしてもう1つはですね、農民セクターが労働力をですね、供給するからでありました。で、なおですね、今言ったことに一つ補足するとですね、農民セクターがその工業製品を購入するということがですね、資本制社会が成り立つために必要なんだというのはですね、別に、農民がですね、工業製品をたくさん買っているということではありません。ではどういうことかというと、社会全体の生産量が増加しているときにですね、その増加した分の一部分がですね、労働者を含む資本性セクター内部で消費し尽くされてしまうことができなくて、農民セクターで、消費されなくてはいけないということであります。がしかし、この点をですね、きちんと説明するには、え再生産論、ここに書いてますが、再生産論という分野について、詳しくですね、説明しなくてはいけません。で、再生産論というのは、18世紀にですね、
ケネの経済表でそのアイデアが示されて、19世紀にマルクスがですね、再生産標識というもので、そのケネのアイデアを発展させて、で、さらに、20世紀になってですね、レウォンチェフという方が、産業連関表で今日ある姿に完成させたものであります。再生産論で基本的な問題は、生産、消費、投資の流れがですね、社会全体で、どのようによどみなく行われているのかということであります。が、しかし、ここではですね、ちょっと時間の都合から再生産論を詳しく説明することはちょっとできませんので、ご関心のある方はですね、どうか、今紹介した方たちの著作にあたって、勉強していただきたいというふうに、思います。はい。で、以上がですね、前回の復習に、若干のですね、補足を付け加えたものであります。で、今回からはですね、この資本性セクターと農民セクターとの接合の仕方をですね、もっと現代に引きつけて見ることにしたいというふうに思います。そこでまず、うーこれから扱う問題の特徴をですね、紹介しておきたいというふうに思います。それはですね、一つは、世界経済論的な視点からですね、資本性セクターと農民セクターとのですね、接合のあり方を考えるということであります。前回のルクセンブルクのですね、資本蓄積論も植民地と本国の関係を考えていました。ですから、ルクセンブルクもですね、当時の世界経済を分析していたわけであります。がしかし、今日ではですね、どうでしょうか、植民地というものは、多くがすでに独立してですね、植民地というものは例外的なものを除いて、すでに、ありません。で、代わって、今日存在しているのはですね、ここに、書いてありますように、発展途上国であります。ですから、かつてのですね、植民地と本国の関係がですね、今日では、先進国と発展途上国の関係に、置き換わっているわけであります。そこで、この講義ではですね、かつての植民地と本国の関係に置き換わった現代の先進国と発展途上国の関係を考えたいというふうに思います。では、先進国と発展途上国の関係のあり方を考えることを通してですね、具体的にどういう問題をですね、この講義では明らかにしようとしているのかということを、これから紹介したいというふうに思います。明らかにしようとしているのは、発展途上国の内部におけるですね、
ある発展途上国と、別の発展途上国との間のですね、え経済発展の格差の問題であります。まあ、南南問題とかっていう、南南問題というですね、言葉もありますけれども、北の先進国に対して南の先進国は経済の発展が、北の先進国に対して、南の途上国は、経済の発展が遅れている。がしかし、南の途上国の内部でもですね、発展格差が、あるということが、言われているわけです。その問題をですね、具体的に考えてみようということであります。もっと具体的に言うとですね、え東南アジアと、それから、サブサハラアフリカとの間のですね、発展格差の問題ということを焦点にしたいというふうに思います。東南アジアとですね、サブサハラアフリカとの間にはですね、今日、著しい発展の格差があります。こういう経済発展の格差がどうして、生じてきたのか。こういう問題をですね、これから皆さんと一緒に、考えていきたいというふうに思います。で、今日の世界経済を、顕著に特徴づける事象、現象の一つはですね、今言いましたように、サブサハラアフリカと東南アジアとの間にですね、著しい発展格差が生じてきているということであります。まサブサハラアフリカと東南アジアとはですね、かつては共に、長らく、停滞に苦しんでいた地域でありました。がしかし、近年ではですね、皆さんもご存知かと思いますけども、東南アジアの経済発展は著しいものがあるのに、サブサハラアフリカではですね、未だに停滞に苦しんでいるわけであります。で、なおですね、サブサハラアフリカというのは、えサハラ砂漠以南のアフリカという意味ですね。つまり、北を上にした通常の地図で見るとですね、サハラ砂漠の下にあるように見えるアフリカという意味であります。もっと具体的に言うと、アフリカ全体からですね、え北アフリカの5カ国を除いた地域のことであります。このサブサハラアフリカはですね、今日、世界の中で最もですね、経済発展から取り残されてしまっている地域というふうにされています。対するですね、その東南アジアの経済発展はですね、今から30年前、1993年、30年ぐらい前ですね、30年ぐらい前、1993年に出版された、世界銀行の報告書である、The East Asian Miracle、つまり、この東アジアの奇跡と呼ばれる、本の中でもですね、指摘されています。今から30年ぐらい前ですから、東アジアの経済発展はですね、経済成長は、かなり早い時期から、注目されていたわけであります。
でその一方でですね、サブサハラアフリカでは、1人当たり GDP がですね、近年、長期間にわたって、継続的に減っていっている時期がありました。こういうふうにですね、その東南アジアとサブサハラアフリカの差をですね、ちょっと見るならば、東南アジアの発展速度が速くて、サブサハラアフリカは、その発展速度が遅いんだというよりはですね、むしろですね、発展と衰退の、逆方向のですね、ベクトルが働いている。つまり、東南アジアは発展しているんだけれども、他方のですね、サブサハラアフリカは衰退しているんだというふうに、捉えたくなるほどであります。で、この講義ではですね、これから、先進国と発展途上国の関係のあり方をですね、資本制セクターと農民セクターとの接合に視点を据えながら考えていきたいというふうに思います。そして、今皆さんに申し上げた今日の世界経済を特徴づけている顕著な事象、現象、つまり、発展途上国内部におけるですね、経済発展格差の問題、具体的に言うと、東南アジアとサブサハラアフリカとの間のですね、経済発展格差の問題を考えたいというふうに思います。でそこで次にですね、このサブサハラアフリカの停滞、衰退と、対する東南アジアの発展、その対称性、コントラストの事実をですね、GDP というものを指標に、確認しておきます。これ GDP というのはですね、皆さんもニュースなんかでよく見るので、ご存知かというふうに思いますけれども、グロスドメスティックプロダクトの、当時語ですね。頭の字の語ですね。当時語であります。日本ではですね、日本語では、国内総生産というふうに訳されています。で、GDP は、例えば日本ならば、日本の GDP であるならば、日本人によるものであれ、あるいはその日本国内にいる外国人によるものであれ、とにかくですね、その国、日本国内で生産された付加価値の総計です。付加価値というのは総生産額から、原材料費だとかですね、あるいは原価償却費を引いたものですね。機械の損耗分を引いたものです。で、なおですね、GDP とよく似た言葉にですね、GNP というのがあります。GNP はですね、グロスナショナルプロダクトの当時語、頭の字の語であります。で、この、GNP は、日本語ではですね、国民総生産というふうに訳されています。GNP はですね、例えば日本で言うならば、日本国内にいようが、外国にいようが、とにかくですね、
その国の人、日本人が生産した価値の、付加価値の総計であります。日本で言うならば、日本国内にいようが、外国にいようがですね、日本人が生産した付加価値の総計であります。で、したがって、どうでしょうか、GDP というのは、えー国土に注目した経済活動の集計値であるのに対して、GNP はですね、国民に注目した経済活動の集計値であります。で、昔はですね、実は今言った GDP、GNP ということで言うならば、GNP の方がですね、むしろよく使われていました。というよりも、より正確に言うと、この GNP と GDP と区別する必要がですね、それほどなかったんですね。しかし、近年ですね、その企業活動のグローバル化というものがこう進んでいって、海外での経済活動が増えてきましたので、この GNP と GDP をですね、区別する必要性が、生じてきたわけです。そして、このある国のですね、経済成長の水準と速度、こういうことを考える場合にはですね、えGNP よりもGDP の方がですね、適していると考えられるようになってきているわけであります。というわけで、このサブサハラアフリカとですね、東南アジアの経済を、おまずですね、その GDP を指標にしながら、見てみたいというふうに思います。はい。それで、ちょっと、表の説明の前置きが長くなったんですけれども、で、ここに示してある表なんですが、これはですね、この東南アジアと、サブサハラアフリカの各地域のですね、アメリカドル単位、US ドル単位で見た、1970年以降、2004年までのですね、1人当たり GDP の推移を示したものです。でこれは教科書に、載ってる表なので、ちょっと2004年までしかこう示していませんが、その時期までの動きをちょっと見ていただきたいというふうに思います。それ以降の時期についてはですね、後でまた補足的に説明いたします。で、一人当たり GDP なので、一国全体の GDP を、国の人口でですね、割ったものであります。で、それぞれの国の通貨で見ていたのではですね、集計することも比較することもできないので、すべての国の GDP をですね、為替レートを使ってアメリカドル単位に換算しているわけです。で、さらにその GDP をトータルで見ると、それが増えたとか減ったということの中にはですね、経済水準の変動のほかに、人口の増減も影響してきますから、GDP の増減からですね、人口変動の影響を、取り除いて、経済水準の変動を見るためにですね、この表では GDP をですね、人口で割って、
1人当たりの GDP の値を見ているわけです。はい。それでですね、この表で、確認しなくてはいけないことなんですけれども、まず最初の2列ですね、1970年代に注目すると、サブサハラアフリカ各地域、下にその2行目からですね、東アフリカ、中部アフリカ、西アフリカ、南アフリカというふうに書いてある、そのサブサハラアフリカの各地域の成長率はですね、どうでしょうか。東アフリカと、それから、中部アフリカはですね、やや停滞する傾向があったんですけれども、西アフリカとですね、南アフリカではですね、一番上の行にある、その東南アジアと、遜色ない同等、もしくはそれを上回る成長率であったということであります。ところが、3列目以降になって、1980年代からですね、90年代前半の時期を見てみると、サウサハラアフリカ各地域の1人当たり GDP がですね、時期によってはかなりマイナスである時期が出てきているということであります。で、この図はですね、これもやっぱり教科書に載ってる図なんですけれども、サブサハラアフリカ各地域のですね、1人当たり GDP をですね、同じ年の東南アジアのですね、1人当たり GDP で割った値の推移をですね、やっぱり、1970年以降、2004年までについて、示しています。要するに、この図はですね、サブサハラアフリカ各地域の1人当たり GDP がですね、同じ年の東南アジアのですね、1人当たり GDP の何倍なのかということを示しているわけです。で、この図でですね、まず注目しなくてはいけないことはですね、今となっては、ちょっと信じられないことなんですけれども、1970年時点で見てみるとですね、東南アジアの1人当たり GDP は、サブサハラアフリカ各地域のですね、1人当たり GDP を、下回っていたということなんですね。つまり、その東南アジアの GDP よりもですね、サブサハラアフリカ各地域の GDP の方が多いということは、ここで示されている指数がですね、1を上回っているということに示されているわけです。ただですね、サブサハラアフリカと一口に言っても、その内部の地域の間でですね、1970年時点で、かなりですね、1人当たり GDP の格差がありました。東アフリカは東南アジアとそれほど変わらない水準だったんだけれども、中部アフリカはですね、東南アジアの2倍以上だったということで、そのアフリカ内部でもですね、サブサハラアフリカ内部でもかなりの地域性が、あったということも、この図からわかるんですけれども、
しかし70年時点でアフリカで最低の東アフリカの1人当たり GDP でさえですね、今申し上げたように、当時の東南アジアの1人当たり GDP をですね、若干ではあるけれども、上回っていました。で、それが、その1970年代の中頃からですね、つまり、第一次オイルショックの頃から、サブサハラアフリカの1人当たり GDP はですね、まあ、東南アジアの1人当たり GDP に比べて減っていって、押しなべてですね、それを下回るようになっていったわけです。こうしてですね、地域によるばらつきというものはあるんですけれども、70年時点では東南アジアよりもですね、経済的におおむね優位であったそのサブサハラアフリカの各地域、なんですけれども、その後ですね、90年代中頃に至るサブサハラアフリカの長期停滞とですね、対する東南アジアの継続的な成長の結果としてですね、今日では、サブサハラアフリカはですね、東南アジアに、大きくですね、水を開けられてしまったわけであります。2004年時点、この図に示してある最後の時点で見ると、サブサハラアフリカ各地域のですね、1人当たり GDP は、東南アジアのですね、4割から2割といった水準になっています。つまりその、停滞のサブサハラアフリカと成長の東南アジアというのはですね、これは単なるイメージの話ではなくて、統計的にも確認できるですね、事実であるわけです。で、なおですね、教科書に、示してある図はちょっと図表は少し時代が古かったので、この表でですね、2013年頃まで状況をですね、延長して見てみたいというふうに思うんですけれども、この表で、ですから最後の2005年以降で、最後の2つの列のですね、2005年以降の状況を見てみると、アジアの新興国、途上国の成長率に対してですね、アフリカの成長率がですね、やっぱりこう立ち遅れているということが、分かるわけです。ですから、2013年にまで状況を延長してみてもですね、状況には変化はないということが分かろうかというふうに思います。で、なおですね、途上国の経済成長にはですね、外国からやってくる資本というものが重要な意味を持っています。外国からやってくる企業がですね、立役者になって、途上国の経済成長が行われるということが、しばしば見られます。そういう外国からやってきて、その事業活動が行われることを、外国直接投資という言葉で表現していますが、この下の表のタイトルについている言葉ですね。この外国直接投資の伸び方がですね、やはりそのアフリカとアジアとの間では、かなり違うということです。その2行目がですね、アフリカの外国直接投資の額を示していますけれども、3行目が、アジアの途上国ですね、の外国直接投資の金額です。これ、伸び方で見てみると、1980年からですね、2014年まで、アフリカはですね、17倍ぐらいにしかなっていないのに対して、アジアの途上国はですね、27倍にもなっているということです。ですから、その経済の成長が停滞的である
アフリカは停滞的であるということとですね、アフリカに、向けてのですね、企業の投資が滞って、そのアジアと比べて滞っているということとかですね、リンクしているということがですね、この表から分かろうかというふうに思います。はい。それではですね、えーこういうですね、そのアフリカの停滞と東南アジアの成長という問題を考えるにあたってですね、一体ですね、そのどういう理論を使って、解明したらいいのかということをこれからお話ししたいというふうに思います。で、大きなですね、理論的な枠組みは、これは前回からお話ししていることなんですけれども、これは世界経済論的な視点からですね、資本性セクターと農民セクターとの接合のあり方を、考えたいということであります。しかし、こういっただけではですね、まだその現実に解こうとしているですね、今申し上げたその2つの地域の経済格差の問題との間にですね、距離があります。そこで、え今言ったような、私が申し上げたような視点からですね、途上国の経済成長という問題を扱っている、先行する理論、従来からある理論を、これから検討してみたいというふうに思います。なおですね、前回紹介したローザ・ルクセンブルクの理論もですね、えーその、そういう資本性セクターと農民セクターとの接合のあり方を考える理論の一つなんですけれども、いかんせんですね、これは1910年代の理論であります。大体ルクセンブルクが扱った問題は、これは植民地の問題で、独立した、途上国の問題ではありませんでした。そこで、もう少しですね、現代に近いところで、参考になる理論を、探したいというふうに思います。そういうものとして、私がこれから紹介するのはですね、に書いてありますが、その新国際分業派と呼ばれている人たちの議論であります。新国際分業派の方たちの言っている理論なので、新国際分業論と、も呼びたいというふうに思います。そして、今からですね、皆さんにこの新国際分業論を、紹介する際のですね、姿勢と私の姿勢といいますか、スタンスなんですけれども、それはですね、ただ単に勉強して、現実の問題に適応するというようなものではありません。どういうふうにこの理論を扱うかというと、えーまあ、あその学んだ上でですね、ちゃんと勉強した上で、正すべき点は正しい。そして、より向上させるべき点は向上させる。こういう姿勢で、従来からある理論を学んで検討することをですね、批判的に検討するというふうに言います。ですから、これから行うことは、新国際分業論の批判的検討であります。で、この新国際分業論はですね、
1970年代に、西ドイツで生まれた理論であります。まだだからドイツが東ドイツと西ドイツに分かれてた頃ですね。その時代に、西ドイツで生まれた理論であります。で、この理論の代表的な論者はですね、フォルカー・フレーベルという方であります。で、フレーベルにはですね、共著なんですけれども、ここに書いてある本が代表的な著作としてあります。The New International Division of Labor ですね。こういう本があります。この本にはまだ日本語訳が出ていないようです。で、そこで、この本のタイトルをですね、直訳してみますと、どうでしょうか。新しい国際分業ということになると思います。ディビジョン・オブ・レイバーというのは分業ですね。ですから、ニュー・インターナショナル・ディビジョン・オブ・レイバーは新しい国際分業であります。で、この新国際分業論はですね、この新国際分業論に先行する理論であるですね、世界システム論のやはり批判的な検討を経て生まれてきたものであります。で、そこで、この新国際分業論を、紹介するにあたってはですね、少し遠回りになるんですけれども、世界システム論についてもですね、少し触れなくてはいけません。で、この世界システム論ではですね、世界経済の構造というものを、基本的にですね、ここに書いてあるその中心、コアと周辺、ペリフェリーからなるものとして捉えています。中心とか周辺とかって言われても、なんだというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、分かりやすく言うと、中心は先進国のことであり、周辺は途上国のことです。じゃあ、それならば、先進国、途上国と言えばいいんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、それをあえてですね、中心、周辺と言っているのは、それはですね、その先進国と途上国が世界経済の中で果たしている、役割の違いというものを強調しているわけです。つまり、この中心にある先進国はですね、周辺にある途上国を従えている。で、これを逆から見るとですね、周辺にある途上国は、中心にある先進国に、従属しているわけであります。中心は、周辺をですね、従えることによって押さえつけている。そして、押さえつけられた周辺はですね、いつまでも低開発の状態に、押しとどめられている。そういうふうにですね、世界システム論は考えるわけであります。以前に紹介した、フランクという方のですね、低開発の開発という有名な言葉はですね、こういうその世界システム論の結論をですね、短い言葉の中に極めてですね、的確に表現していると言えます。はい。で、以上がですね、世界システム論なんですけれども、
次にですね、新国際分業論に行きます。この、新国際分業論はですね、この世界システム論が提案した中心、周辺というですね、世界経済の捉え方は、引き継いでいきます。それでは、新国際分業論はですね、世界システム論のどういう点を批判したのか。新国際分業論は世界システム論とどういう点が違うのか。というと、それはですね、新国際分業論は世界システム論の、中はこう宿命論的、運命論的な途上国停滞論を批判したわけであります。では、新国際分業論はですね、世界システム論の途上国停滞論をどういうふうに批判したのでありましょうか。それはですね、新国際分業論は、第二次大戦後の中心先進国を本拠地とする多国籍企業がですね、世界を舞台に行った資本蓄積のメカニズムを解明したわけであります。資本蓄積っていうのはですね、ちょっと今突然出てきた言葉かなというふうに思うんですけれども、資本蓄積というのはですね、企業がですね、投資を行って、企業の規模が、どんどん大きくなっていくことであります。で、また、多国籍企業という言葉も出てきましたけれども、多国籍企業というのは、これは世界を舞台に活動している、企業のことです。今は大企業というと、ほぼ多国籍企業ですね。えで、この多国籍企業の多くがですね、先進国に本拠地を持っています。で、新国際分業論は、先進国を本拠地にしている多国籍企業がですね、世界を舞台にしながら、その多国籍企業が行っている資本蓄積のメカニズムを解明しました。そして、多国籍企業の資本蓄積がですね、周辺途上国の工業化と結びついているということを明らかにしたわけであります。つまり、その世界システム論はですね、中心が周辺を抑圧、圧迫する面を強調したので、周辺の経済発展というものを視野に入れていませんでした。ところが、新国際分業論は、それとは反対にですね、周辺の経済発展というものを問題にしたわけであります。でもなぜそれを新国際分業論というふうに言うのかというと、これはかつてのですね、その先進国と、途上国との間の分業関係というのは、垂直的な分業関係でありました。ここに書いて、一番下の方に書いてますが、垂直的な分業関係であります。これ、垂直的な分業関係というのはどういうことかというと、先進国がですね、工業製品の生産に特化していく。それに対して、
途上国はですね、原料産品の生産に特化する。工業生産物だとかですね、工業というのは要するにその鉱山による生産物だとかですね、あるいは農産物といった、原料産品の生産に特化する。そういう形の、分業関係、垂直的な分業関係でありました。こういう古いですね、垂直的な分業関係が、途上国の工業化によって変化していく。そして、途上国の工業がですね、今や、先進国の工業とのですね、競争者として、世界市場に登場してきている。これがですね、新しいその垂直的な分業に対して、水平的な分業関係と言われるものであります。それではですね、この新国際分業論では、その具体的にですね、どういうことが主張されているのかということをですね、これから紹介していきたいというふうに思います。おおよそ、その以下に述べるようなことが主張されてきました。で、話はですね、これは第二次世界大戦にまで遡ります。第二次世界大戦、非常に悲惨な戦争であったわけですけれども、先進国の中でですね、戦火を免れた大きな国がありました。それが、アメリカ本土でありますね。このアメリカを除くところではですね、先進国では、国土が、戦場となって、産業が壊滅的な打撃を被ったわけであります。でその結果として、戦争が終わった直後にはですね、ほとんどの先進国が、大量の失業者を抱えることになりました。産業が、破壊されたわけですから、働く場所がない。にもかかわらず、戦争が終わってですね、それまで兵隊に行ってた方たちがですね、こう戻ってくるわけです。ですから、多くの先進国がですね、大量の失業者を戦争が終わった直後に抱えることになりました。しかし、こういうふうにして存在している大量の失業者はですね、一面ではその人的資源となってですね、先進国経済は、1940年代以降、非常に長期の経済成長の過程に入っていきました。しかし、その後、経済成長が非常に長く続いた結果としてですね、1970年頃になってくると、大半の先進国でですね、ここに書いてますが、産業予備軍の規模がですね、はっきりと縮小するようになってきました。産業予備軍というのはですね、今突然出てきた言葉ですけれども、産業予備軍というのは、経済が成長する上で必要なですね、労働力の予備であります。労働力は人間であります。前回も言いましたけれども、人間はですね、
不足しているからといって、作ることはもちろんできません。しかし、経済が成長する上でですね、労働力は不可欠のものであります。で、このことから、その資本性セクターの基本矛盾の一つが生じてくる、労働力商品化の矛盾が生じてくるということは、前回申し上げたことであります。どうにかして、労働力を確保しなければですね、経済は、成長していくことはできないわけです。こういう経済成長のためにリザーブされている労働力のことをですね、私たちはその産業予備軍と呼んでいるわけであります。でそして、ローザ・ルクセンブルクはですね、農民セクターにその産業予備軍を求めた。農民セクターに、労働力問題の解決を求めたというふうに、前回、申し上げました。ルクセンブルクは農家の労働力をですね、経済が成長するための産業予備軍とみなしたわけであります。がしかし、新国際分業論が第二次大戦後の先進国に見出した産業予備軍はですね、ルクセンブルクが言ったのよりも、もっと多様なものでありました。そこで、新国際分業論が、見出した産業予備軍をですね、これから列挙してみたいというふうに思います。ここに書いてあることなんですけども、一つはですね、これは先ほど言った失業者であります。第二次世界大戦後にですね、生じてきた失業者であります。二つ目はですね、農業が、農民が解体した結果としての労働力であります。でこれはルクセンブルクが言っていることと同じであります。そして3つ目はですね、外国からの移民であります。外国からの移民による労働力の導入はですね、最近になって日本でも、少しずつこう増えてきていますけれども、かつては日本にはほとんどいませんでした。がしかし、欧米の先進国ではですね、この最後の表で、示してありますように、かなりですね、移民に依存する度合いが高いわけです。でそれはもう非常に第二次世界大戦後の早い時期からですね、見られたことでした。で、ちなみにこの表の数値は、外国籍のまま仕事をしている方の比率ですね。何が除かれているかというと、入った先の国の国籍を取得してですね、帰化した方は、この表の中では含まれていません。帰化した方を含めた移民の、労働力人口に占める比率はですね、当然ながらこの表に示してあるのよりもこう高いわけです。で例えばですね、フランスですね。フランスは、この表によると、2014年の数値ですが、外国人労働力の比率はですね、6%ちょっとでした。しかし、一つのですね、有名な推計値がフランスにありまして、その推計値によるとですね、2000年時点で過去3世代に遡ってみるとですね、その当時のフランス人口の約4分の1がですね、
移民自身か、あるいは移民の子孫であるという、そういう数値です。ですから、ヨーロッパの国々はですね、やっぱり移民に依存する度合いが非常に高いということが、そのことで示されているわけです。はい。ちょっと移民の話に、を膨らませてしまいましたが、産業予備軍を列挙するというところに戻りたいと思うんですけれども、4つ目のですね、産業予備軍ですね、失業、農業、移民に続く4つ目の産業予備軍ですが、それはですね、企業がその合理化投資を行って、つまりこの省力技術を導入して、その結果として生じてくる労働力です。合理化投資というのは今言いましたけども、労働力をあまり使わなくても良いようなですね、省力化技術を導入する、そういう投資を行うことです。現代で言いますと、例えばその IT 技術の導入によるですね、オフィス革命が、典型的であります。そういう、省力化技術をですね、企業が導入すると、余剰人員が出てきて、リストラの対象にすることができるわけです。そして、そのリストラされた失業者がですね、産業予備軍になって、経済が成長するときにですね、別の企業に吸収されていくというわけであります。これはですね、失業者という点で言うと、一番最初のところで言った産業予備軍と同じなんですけれども、ただその失業者が作り出される原因が違っているわけです。先ほどの失業者はですね、戦争の結果、作り出された失業者でした。で今申し上げた失業者はですね、合理化投資の結果として、作り出された失業者であります。で、実はですね、経済成長に必要な、産業予備軍が作り出される上でですね、企業によるその合理化投資の意義というものを非常に、重視した、強調したのはですね、この講義の中でもちょくちょくその名前が出てくる、カール・マルクスであります。で、マルクスはですね、企業が、労働節約的な合理化投資を急速に進めるので、資本制社会はですね、労働力人口を制約としないで発展していくことができるんだとまでですね、言っています。つまり、労働力の頭数が増えなくてもですね、企業が合理化投資を活発に行うので、経済成長は、問題なく行われるんだというふうに言っております。で、前回ですね、紹介したそのローザ・ルクセンブルグの議論がですね、こういうマルクスの議論を批判していることは、明らかであります。なぜかというと、ルクセンブルクはですね、農民セクターから供給される労働力がなければですね、資本制セクターの成長はなくて、したがって、資本制社会は、成り立たないとまで言っているからであります。はい。で、その話をですね、新国際分業論に戻したいと思います。で、新国際分業論は、
今言った4つのですね、産業予備軍が、4つのルーツを持つ産業予備軍が、第二次世界大戦後の先進国の経済成長を支えたというふうに言いました。しかし、今言った、4つのルーツを持つですね、産業予備軍は、1970年頃になってくると、なくなったと。なくなってきたというふうに、新国際分業論は、主張しております。まあ、一つ一つ、見ていきますと、戦争の結果であったですね、失業者は、これは、第二次世界大戦後の復興が、進むに従ってですね、いずれの国でも徐々にいなくなっていきました。それが一つですね。第二に、農民からの労働力供給はですね、まあ、日本ではですね、比較的遅くまで、まあ、私は1980年代まで行われていたというふうに思っていますが、しかし、欧米の先進国ではですね、え日本よりも早い時期に、農民からの労働力供給というのはなくなっていました。3つ目のですね、外国からの移民なんですけれども、これはですね、ある意味では、戦争の結果であった失業者、まあ、そして、農業からの労働力供給と同じであります。というのは、第二次世界大戦後の移民というのは、これは、元を正せばですね、まあ、外国における失業者、まあ、あるいは、農民からの労働力でありました。つまり、比較的失業者の多い国、および、比較的農民が多い国からですね、比較的、失業者や農民が少ない国へとですね、移民は流れていました。まあ、こういう意味で、第二次世界大戦後にですね、ヨーロッパで、移民の供給地であったのはですね、まあ、イタリア南部でありました。しかし、そのイタリア南部からの労働力供給もですね、イタリアで、農業近代化が進んで、でさらに、イタリア国内でもですね、その北イタリアを中心に、急速な工業化が進んだ結果として、えイタリア南部からもですね、労働力が、外国へと向かう余地は、徐々に、なくなっていきました。ただ、ヨーロッパの場合ですね、そのイタリア南部からの労働力供給がなくなっていったのに伴ってですね、それと、まあ、入れ替わるかのように、これは新国際分業論が唱えられた後の話なんですけれども、実はですね、アジア、アフリカなどの、旧植民地からですね、の移民による、労働力が増えていきました。はい、以上が移民の問題ですね。そして、最後のですね、企業が合理化投資を行って、省力技術を導入した結果として、生じてくる労働力なんですけれども、これについてはですね、新国際分業論は、政治的な摩擦があるので、十分には行われなかったというふうに言っています。
政治的な摩擦というのは一体何でしょうね。で、こういう新国際分業論の言っていることを理解するためにはですね、1970年頃の、今日から見ると、やや特殊なですね、先進国における政治状況をですね、考える必要があるわけです。1970年頃ってのはどういうことがあったんでしょうかね。パリでは、1968年に5月革命というのがありましたね。アメリカのすみません。パリの大学生のですね、学生運動が労働者にまで伝わっていって、フランス全土を巻き込むですね、大騒動になったわけですね。そして日本でもですね、日米安全保障条約って、今でもまだありますけれども、この時ですね、それをだから、継続するかどうかということをめぐって、国論を二分するですね、大論争に発展していったわけです。で、口で論争しているだけではなくて、やっぱり街頭でですね、やっぱりせめぎ合いがですね、行われていた、そういう時代ですね。で、そして、そういう、世界的な、運動の盛り上がりの背景にはですね、その基調をなしていたのは、そのベトナム反戦運動ですね。1960年代に始まったベトナム戦争がですね、世界的なですね、反対運動を引き起こして、あちこちでですね、デモだとかですね、集会だとかですね、そういったものが行われていたわけです。こういうことからですね、社会が沸騰するといいますか、沸き返る状態にあったのが、1970年頃のですね、先進国の状況であったわけです。そういう状況の中でですね、民衆を、さらにいたずらに、刺激しかねないですね、失業者の増加というのはですね、当時の、企業だとか政府の選択肢にはですね、なり得なかったということであるわけです。で、こういうふうにですね、今、その4つの産業予備軍の原因と、そして、その4つともですね、70年頃には、滞なくなっていったということからですね、困難な状況に直面した先進国の企業が選んだ道はですね、多国籍企業になって、発展途上国に生産拠点を移すということであったというふうに新国際分業論は唱えるわけであります。なぜかというと、発展途上国にはですね、農民セクターに、ほぼですね、無尽蔵な、労働力がいたからであります。ただですね、先進国の多国籍企業はですね、ただ単に、豊富な労働力があるというだけではですね、途上国に進出していくことはできないわけです。そこで、その進出していく上で必要であったことは、さらに、労働の単純化ですね。ルーティン化というものが進んでいって、ごく短い訓練期間を経てこなせる作業というものがですね、生産活動の中で主流になっていったわけです。そういうことがあって、多国籍企業は途上国に進出することが、できたわけですね。で、多国籍企業は、ですからその途上国にある豊富な労働力をですね、
低賃金で雇いながら、長時間働かせるというようなことを行っていたわけですね。ですから、新国際分業派は、ただ単にこの途上国で経済成長が進んでいるというだけではなくて、そのことがですね、低賃金で長時間労働をもたらしているという側面があるということにもですね、正しく目を向けているわけであります。はい。それで労働力がいて、そして労働が単純化しているというだけではなくて、さらに必要なことは、その運輸革命、通信革命が進んで、工業生産の立地がですね、これはもう消費地だとかですね、本社から離れていても良くなっていった。それがこの頃であったわけです。そして、今申し上げたような要因によって引き起こされる生産活動の途上国への移転をですね、新国際分業論は、途上国の工業化、あるいはその経済発展と見ていたわけであります。ということで、本日はですね、東南アジアとサブサハラアフリカとの発展格差の事実を確認した上でですね、それを分析する枠組みとして、これからこの講義の中で使おうと考えている、新国際分業論を紹介しました。新国際分業論は、途上国のですね、経済発展を論じているわけであります。